この動画が公開されている今は私は入院しています。しかも術後1週間で仕事に行かないといけないっていう今回の入院は手術で入院してるんですけど、手術の後1週間後に出勤しなくちゃいけないんですよ。今日はそんなプライベートのはるか先生ってどうしてるのみたいなのが気になる人向けのカフェでゆったり雑談って感じの動画になってます。なのでゆるーく聞いてください。花粉症やばいから声を聞きづらいかも。今浅い食べてます。なんで入院してるかというと、今回の手術はまた顔の手術です。手術の内容は大きく分けて2つなんですけど、1つは前にやった両方手術の時に入れた顎とかここら辺についてるフレードとかスクリューっていうものを、金属類ですね、金属類を抜くっていう手術、口の中系です。もう1つは目の再建です。目は何回やれば気が済むんだって話だと思うんですけど、左右差がまだあって自分的に気になってるから、もうちょっと綺麗に戻せるようにまた手術します。目のところの骨を切ったり、人工物入れたり、もしかしたら自分の骨盤の骨を削って移植するかもしれないっていう感じの内容で手術をします。今回の手術についてはまた別の動画で詳しくお話しします。で、ここからが問題で、私手術の1週間後に仕事に行かなくちゃいけなくなっちゃって、急遽仕事行かなくちゃいけないことが決まったの。やばくない？どうしても外せない仕事なんだよね。こうでこうでって、こういう事情で本当は休みだったんだけど出勤しなくちゃいけないっていう話を先生にしたら苦笑いさせちゃった。私手術するときって自分の仕事の長期休み的なところに当たるように調節してて、今回の手術も半年前から決めてたから、あとさ、主治医も結構腕のいい先生だからこそ暇じゃないじゃん。2人の都合があるし、半年前から決めてた手術日なんだけど、だからこそ、延期せずにもう気合で手術後に1週間後に退院できるか分かんないけど、もう気合で退院するぞっていう感じで、しかもさ、またこれをもし延期したら次の休みとかになるじゃん。ゴールデンウィークか夏休みかみたいな。そうするとどんどんさ、私のライフプラン的なものがこう遅れていくんだよ。治療が遅れると治療のせいでなんか人生が進まない。治療しながらやればいいじゃんって思うかもしれないけど、やっぱり一番はなんかもしかしたら結婚とかさ、もしかしたら出産とかって女性にはあるじゃん。それが今絶対にできないっていう状態だよね。だから早く治療を終わらせて、そういうことが無理っていうのをなくしたい。1週間後に出勤しなくちゃいけないってことだけど、私の手術の内容またガーってここの頭切るんですよ。頭の抜歯って早くて10日以降じゃないと抜歯できないって言われてて、大事な部分だから。頭の抜歯してから退院するってことを考えると絶対に間に合わない。頭は糸ついたまんま退院して、糸ついたまんま出勤すれば、最悪ねいいんですよ。
後日外来で抜歯しに行けばまあなんとかなる。それはでもその目のこの辺を直すときにもしかしたら骨盤の骨を削って移植するかもしれないって言ったじゃん。そうなると骨盤の骨を削るとね、痛いのマジで歩けなくなるの。経験済みなんだけどさ、頭はどうにかなっても骨盤が削るんだったらマジで生活に支障出るわけ。その状態で出勤するかもしれないって感じなんだけど、大丈夫そうって大丈夫じゃないよね。普通に考えたら大丈夫じゃない。でもさ、本業って私にしかできない仕事なのね。だから障害ない部分もあるんですよ。私の代わりはいません。そこの職場にいないとかだけじゃなくて、全国的に探してもあんまりね、私の代わりができる人材が見つからないと思う。だからそういうなんかちょっと変わった専門的なことなんだけど、やりがいもあるじゃん。需要があるってことはすごいありがたいことだし、働き口に困らなかった理由もそれが理由なのよ。だから私はこの仕事を大切にしているし、辞めたくないなって思ってる理由なの。もし私の身に何かが来た時は職場は大混乱。だって他にできる人いないんだもん。どうするみたいな、どこの誰にやってもらえばいいのみたいな風になっちゃうのね。実際に私が事故に遭った直後も結構本当に迷惑かけた。本当にすいませんって感じです。そういう時に迷惑かけることもあるし、実際過去に迷惑かけてたし、私が悪くなくてもいろんな人の力のおかげで今こうやってちょっと仕事復帰できていてありがたいんですね。だから簡単に休めないっていうか、無理をしてでもなんかみんなのために仕事しなきゃって困る人を作っちゃいかんって思っちゃうよね。本業結構好きだし、本当はなんか現場でバリバリ働くキャリアウーマンみたいなのになりたかったし、そういうつもりで前は働いてたの。現時点でも治療続けてるしさ、現場のことを思うと私が働きたいから現場にフルで戻るみたいなのはマジでしづらい。だからそのキャリア的な話とか自分の人生とかいろんなことを考えるとマジでものすごい葛藤があるよ。無謀なこと言ってんのはわかるから気合い。私のチャンネルってさ、なんか情報みたいな知識みたいなのが多いじゃん。なんか今日みたいなこういうなんか人生みたいな自分の考えみたいなこともこれから発信していきたいなって思ってます。あとあんまり大声では言えないような治療の裏側のことも話したいことが、ね、たくさんあるの。例えば今回の手術で言うとお医者さん選びをすごい迷ったこと。簡単に話すと手術するのね、いつもの先生に任せればいいやとかじゃなくて2人で悩んだんですよ。改めてなんかいろんな情報とか仕入れて2人の先生で悩んだので、最終的に1人の先生に決めてね、いつも通りの先生にしてもらうことになったんだけど、どっちの先生も本当に素晴らしい先生だけど選んだ理由がしっかりあって、どういう選び方をしたのかみたいな話をできればいいなって思う。なんか言い方悪いかもだけど、彼氏とか旦那を決めるみたいな、それ彼氏と旦那を決めるよりも悩んだかも誰かの話とか
仕事の話とかって私だけの内容ではないから、〇〇のくせにほにゃららだとか、〇〇はおかしいとか言われる可能性十分にあるじゃないですか。それが私じゃなくて他の人に矢が向くのはすごい嫌だし、当事者たちが見てないにしてもなんか私が嫌なのね。だからなんかそういう人たちって多分私のファンっていうよりかはフラッと来た人が悪いこと言って去っていくだけじゃん。だからコアなファンみたいな層だけにそういう話ができればいいなって思うようになった。なので皆さんに聞きたいんですけど、どういう形がいいと思いますか？こんな風になんか Vlog 雑談みたいなそういうような感じの動画にしれっとそういうエピソードを入れて混ぜるか、なんかライブ配信とかもいいのかなって思ったり、だからコメント欄にちょっとアイディアを出してくれるとすごく参考になります。 SNS 何も慣れてないからさ、多分皆さんの方がいろんな SNS 見てたり知ってたりした経験があると思うから、いい方法あったらぜひ教えてください。あと冒頭にも言ったけど、この動画上げてる今頃入院してるよって言ったじゃん。手術の後はしばらく多分目の状態悪いと思う。前に似たような経験したから分かるんだけど、マジでこの片目だけじゃなくて両方とも目が使えない、使いにくい状態になると思います。その間コメントくれると嬉しいです。今日の動画結構珍しいじゃん、私の動画にしては。雑談みたいなやつなんか正直ちょっと不安、なんか見られるのかな、需要あるのかなとか変なこと言われないかなとか。手術が無事終わって目のコンディションも整った時にまた動画でお会いしましょう。じゃあ手術行ってきます。